にちは。日本語クラブポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは中級者から上級者の皆さんを対象に日本語や日本文化や習慣、最近のニュース、そして私自身の体験談など楽しく学べるコンテンツをお届けします。このポッドキャストでは自然なスピードで語彙コントロールをせずにお話しします。日本語の勉強を始めたばかりの方や初級者の皆さんも日本語の音に耳を鳴らすためにぜひ聞いてみてください。さて、2月といえば皆さんどんなイベントを思い浮かべますか？日本では2月14日にバレンタインデーがあります。バレンタインデーは世界中で祝われていますが、日本のバレンタインデーはちょっと独特な文化があるんです。そこで今回は日本のバレンタインデー文化についてお話しします。日本ならではの習慣や最近のトレンドについても紹介しますので、ぜひ最後まで聞いてください。まず日本のバレンタインデーの特徴についてお話ししましょう。日本ではバレンタインデーは女性が男性にチョコレートを贈る日というのが一般的です。実は日本のバレンタインデーのスタイルは1950年代にお菓子メーカーが女性が男性にチョコレートを贈る日として広めたことがきっかけなんです。それが定着して今では2月14日になると多くの女性が男性にチョコレートをプレゼントするのが一般的になりました。欧米では男女どちらもプレゼントを贈ることが多いですが、日本は少し違いますね。そしてバレンタインデーにはいくつかの種類のチョコレートがあるんです。では日本のバレンタインデーで贈られるチョコレートの種類を紹介します。まず一つ目は本命チョコです。これは本当に好きな人に贈る特別なチョコです。恋人や片思いの相手に気持ちを込めて贈ります。手作りのチョコを作る人も多いですね。2つ目は義理チョコです。義理チョコは感謝の気持ちを込めて贈るチョコです。同僚や上司、友達などに渡すことが多いです。しかし最近は義理チョコをやめようという動きもあります。3つ目は友チョコです。友チョコは女の子同士で交換するチョコです。最近の日本では友達同士でチョコレートを交換する文化も定着してきました。4つ目は自分チョコです。これは自分へのご褒美として買うチョコです。デパートや専門店で高級チョコを買う人も多いですね。5つ目は逆チョコです。これは男性が女性に贈るチョコです。最近は男性からもチョコを贈ろうという流れも増えてきています。私も学生の頃はバレンタインデーに手作りのチョコレートをよく作っていました。好きな人にあげる本命チョコをあげたこともあります。ですが、毎年作っていたのは友チョコだったかなと思います。友達同士でお菓子を作って交換するのが楽しかったですね。自分で材料を集めて作ることもできますが、バレンタインデーの時期になると手作りキットが売っています。そのキットがあれば自分で材料を集めることなく手軽にお菓子作りができます。私はよくこの手作りキットでバレンタインデーのお菓子を作っていました。日本にはバレンタインデーのお返しの日があります。それが3月14日のホワイトデーです。バレンタインデーにもらったチョコレートのお返しとして男性が女性にキャンディーやクッキー、マシュマロなどをプレゼントします。ホワイトデーは日本独自の文化で韓国や台湾など一部の国でも広まっています。そしてもらったものの3倍返しという考え方もあってお返しのプレゼントにちょっと悩む人もいるみたいですね。ではここでバレンタインデーに関連する日本語を紹介しましょう。1つ目は告白です。好きな人に自分の気持ちを伝えることを意味します。例えば
バレンタインデーに好きな人に告白しましたと言います。2つ目は手作りです。手作りは自分で作ったものという意味です。例えば、今年は手作りのチョコを作りましたなどと言います。3つ目は義理です。義理とは感謝の気持ちで贈ることという意味です。例えば、職場の人に義理チョコを渡しましたなどと言います。4つ目はお返しです。お返しはもらったものに対して何かを返すことを意味します。例えば、ホワイトデーにお返しを考えていますと言います。最近は日本のバレンタインデーも少しずつ変わってきています。例えば、高級チョコの人気が高くなっています。有名なブランドのチョコレートを自分のために買う人が増えているんですね。自分のためのご褒美には高級チョコを買いたくなるんでしょうね。そして手作りより市販のチョコを選択する人も増えています。忙しい人が多くなり、手作りよりもプロのチョコレートを選ぶ傾向が強くなっているようですね。本来は女性が男性にチョコレートを贈る文化でしたが、昨今のジェンダーレス化に伴って女性が男性に贈るという文化が薄れ、誰にでもプレゼントする習慣が増えているようです。今日は日本のバレンタインデー文化についてお話ししました。日本には本命チョコや義理チョコ、ホワイトデーなど独特の文化がありますね。皆さんの国ではバレンタインデーはどのように過ごしますか？日本のように何かを贈る習慣はありますか？皆さんの国のバレンタイン文化もぜひ教えてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。